皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の自動車メーカーの一角が経営破綻したというニュースが流れてきました。今回はこのことについてなぜそのようなことになったのか簡単にご紹介しましょう。なお、韓国のメーカーですから、韓国名で呼ぶべきだというふうに考える方もおられるかもしれません。しかし、ニュース記事としては日本語で書いてありますので、そのまま漢字で読まさせてもらいます。それでは早速ですが、韓国の自動車メーカーが破綻したというニュースをお聞きください。総流自動車が会社構成手続き、資金難で借入金返済できず、資金繰りに行き詰まっていた韓国の総流自動車が日本の会社構成法の適用にあたる企業改正手続きを裁判所に申請したことが21日分かった。放送関係者によると、同社はこの日、取締役会を開いた後、裁判所に企業改正手続きを申請した。総流自動車が企業改正手続きを行うのは、2008年の世界金融危機以降、深刻な経営難により2009年1月に申請して以来約11年ぶり。同社は政府系の韓国産業銀行からの借入金900億ウォンを期限までに返済できず、フリー銀行からの借入金150億ウォンも元利金の返済に失敗した。外資系金融機関の延滞額600億ウォンを含む総流自動車の延滞元利金は計1650億ウォン規模となった。同社は先頃発売したスポーツタイプ多目的車SUV レクストンの新モデルが好調だったにもかかわらず、15四半期連続で赤字を計上するなど経営難に陥っている。同社の今年1月から11月の販売台数は96,825台で、前年同期比 20.8% 減少した。国内販売は79,439台で 18.3% 減少し、輸出は17,386台で 30.7% 急減した。総流自動車は今年1月から3月期の報告書と半期報告書、7月から9月期報告書の3回連続で監査法人が意見不表明とし、上場廃止の危機に追い込まれた状態だ。親会社のインド自動車大手マヒンドラ&マヒンドラに代わる新たな出資者も見つかっておらず、アメリカ自動車ディーラーの HAAH オートモーティブが関心を示しているものの、これまでに具体的な進展はないとされる。マヒンドラは先月10日の業績発表で、総流自動車への追加出資を見送ると発表した。マヒンドラは新たな出資者が見つかれば、これまで 75% だった持ち株比率を50% 未満に引き下げ、筆頭株主から降りるとの姿勢を示している。記事の補足として、この親会社のマヒンドラはインドの自動車メーカーです。インドでのシェアは3位。なお、インドでのシェア1位は日本メーカーのスズキです。現在、世界市場という大きな視点を持ってみれば、新型コロナウイルスの問題があって、多くの人々が、さあ車をみんなで買おうというような雰囲気ではありません。多くの国々において家にこもっている人というものがたくさんいて、家の中の生活を豊かにしよう。その関連サービスというものが非常に伸びています。ですから、自動車メーカーにとっては今は非常に辛い時期です。ただし、だからといって、総流自動車が経営破綻したという話に同情的になることはできません。なぜならば、この会社の経営状況というものは悲惨な状況だったからです。なんと15四半期連続の赤字という状態でした。これは新型コロナウイルスの問題というのが、それこそ今年始まった問題であるにもかかわらず、この15四半期連続というのはそれよりもはるかに前から赤字がずっと続いてきたことを意味します。なお、四半期というのは1年間を4分割した状態ですから3ヶ月のことを意味します。つまり3ヶ月 ×15 回。これだけの期間ずっと赤字が続いていたのですから、一体経営陣はいたのかいなかったのかとすら思えるようなひどい状況です。むしろ今までどうやってこの会社が成り立っていたんだろうと、そんな根本的なことすら疑問に思えるような状態です。しかし、韓国というお国柄のことを考えると、今回の資金繰りの悪化によって経営が行き詰まっていることに関しても、じゃあだからといって会社そのものを清算しようというふうにはならないでしょう。というのも、現在の韓国の大統領は労働者の味方であるということを標榜しています。ですから、総流自動車が資金繰りに行き詰まって借りたお金の返済ができないというので、海外の金融機関との合意ができないというのですから、ムン・ジェイン大統領はそれこそ政治的な決断として韓国産業銀行のような政府系銀行からのお金の注入といったものをする可能性があります。そうやって労働者を守るよということを言いつつ、ゾンビ企業として生き延びさせるというシナリオがあるのです。
とはいえ、まともな資金繰りができない状態なのですから、固定費である人件費を削らざるを得ないはずです。そして、今回の件のことを考えるときに、インドの親会社であるマヒンドラはどうしてこんな会社を買ってしまったのかというのが素朴な疑問として浮かびます。前回の経営破綻の時に非常に安く手に入れることができて、なんかお得だなというふうに思ったかもしれませんが、大きな間違いと言えるでしょう。インド人もさすがにここまで赤字を垂れ流すとは想像できなかったのかもしれません。そのことを後悔しているのか、現在ではこの親会社のマヒンドラは何とかしてこのお荷物を安くてもいいから引き取ってくれないかと買収してくれる会社というものを模索しています。それこそ会社を清算してしまったら、これまで注ぎ込んできたお金、手にしている株式というものの価値がまさにゼロになってしまいます。しかし、安値であれば、たとえそれがどんなに安かろうとも、ゼロよりはずっとマシだという計算です。世の中には企業再生を生業にしている投資家集団などもありますから、値段をどんどん引き下げていけば、今は買い手がいなくても、世界のどこかに計算ミスをして、これはお買い得だなと思って買い手が現れるかもしれません。それでは、経営破綻したこの状況というものは、他の韓国メーカーにとっても同じようなことが起きているか簡単にご説明しましょう。韓国には5つの完成車メーカーがあります。現代自動車、キア自動車、韓国 GM、ルノー、サムスン、そしてこの5つ目の会社というのが総流自動車でした。これらメーカーの中で共通している問題があります。それは韓国国内における生産というのは必ず労働組合がストを起こすということです。隙があればストをしよう。隙がなくてもストをしよう。黒字があればもっともっと高い給料を要求しよう。赤字であっても高い給料を要求しよう。もはや尋常じゃないストの日常化です。この悪影響で韓国国内における操業が大きな悪影響を受けているのが韓国 GM とルノーサムスンです。それぞれ海外に本社があるこれらの会社というものは韓国に生産拠点を構えてしまったということを常々後悔していることでしょう。世界的な視野に立てば年々自由貿易圏というのが広がっている状況ですから、韓国にこだわる理由というのは現在ではほとんどありません。若い人材が豊富で海外からの企業誘致も盛んな国々というのはそれこそ東南アジアに様々あるからです。そういった状況を考えれば、現在は韓国に拠点を構えているルノーや GM にしても、いずれは今回のような話に似たような形で工場の廃止や撤廃、そして現地法人の解散などといったそういったニュースの主役として登場してくるでしょう。それでは最後に一つ余談をしておきましょう。韓国の自動車メーカーには5つ会社がありますよという話をしました。このうち現代自動車がその中でもトップなわけですが、この現代自動車、非常に面白いことをしようとしています。それは日本の国内市場にネクソという社名の車を売り出そうとしているというニュースが流れているのです。さすがにその名前のまま日本市場で売り出すとは思わないのですが、韓国企業のやることは私の理解をはるかに超えていることがあります。ですから、ネクソという社名のままで日本で売り出すかもしれません。ネクソという社名でそのまま売り出すようなことになれば、日本でも悪い意味で大きな話題になるかもしれません。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして次の動画もまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。